つもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。付け餌や魚を寄せる小マサとして定番のオキアミ。今や海釣りには欠かせない存在ですが、釣りで使われるようになったのはここ数十年のことです。オキアミとは一体どういう生物なのか、なぜこれほどメジャーになったのかを探ります。本日の結論です。小さな命が海の未来を支える。本日の目次です。オキアミの仲間とその分類。オキアミの歴史と商業的価値。日本の釣りを変えたオキアミ。なぜ魚がオキアミを好むのか。多種多様なオキアミ餌の出現。オキアミを使う時のポイント。今後は資源保護の問題も。それでは順に見ていきましょう。オキアミの仲間とその分類。オキアミは一見するとエビのようですが、分類上はオキアミ目、オキアミ科、オキアミ属の小生物です。そして釣りでオキアミと呼ばれているのは一般に南極オキアミです。透明で赤みがかった殻を持ち、黒く大きな目を持つのが特徴です。最大で体重 2g、体長 6cm 以上になりますが、釣りに使われるのは 3cm から 5cm 程度が多いです。表紙の付け根にエラがあり、背甲に覆われずに露出していることがエビとの大きな違いです。表紙の形や数もエビとは異なっています。南極大陸周辺の海に巨大な群れで生息しており、微小な植物プランクトンや藻類を捕食し、逆にクジラなどに捕食されることでも有名です。寿命は5年から7年で、同程度の大きさの甲殻類の中では長生きです。一方、釣りでアミエビ、サシアミなどと呼ばれているものは、見た目はよく似ていますが、正確な名前は角なしオキアミと言います。これもオキアミ目、オキアミ科、オキアミ属に分類されるオキアミの一種になります。北太平洋の寒海域に分布し、日本では岩手県の三陸地方などで水揚げされています。体長 1cm から 3cm と南極オキアミより小型ですが、体の特徴はほとんど同じです。釣り餌のほか、エビせんべいの材料などにも使われます。さらによく似たものにアキアミがいます。こちらは実脚目、エビ目、サクラエビ科アキアミ属に分類されるれっきとしたエビの仲間です。体長 3cm ほどで、体長の約2倍もの長い触覚があるのが特徴的です。生きているうちは半透明で、死ぬとピンク色になります。東北地方より南の沿岸域に生息し、瀬戸内海、富山湾、三河湾、有明海などの内湾で多く水揚げされます。中国やベトナム、インド南部にも分布しています。短命で寿命は数ヶ月、1年に2回から3回世代交代することが知られています。こちらも釣りや養殖の餌になることがあります。また、塩辛や干しエビなどで食用にもなり、商品名にアミエビと表記されることも多いため、角なしオキアミと混同されやすいです。もう一つ、アミと呼ばれる小型の甲殻類もいます。これはアミ目、アミ科に分類され、中でもイサザアミが知られています。アミ目には1000種類以上がおり、種類により海水、汽水、淡水各所に生息します。南極オキアミもそれらの仲間もエビに似た姿であり、プランクトン類を餌として水中に暮らし、魚や鳥などに捕食されるという点では同様です。そしていずれも塩辛や佃煮、干物など食用に、そして釣り餌に用いられてきた歴史があります。そのため、どれもが場合によっては網と呼ばれ、非常にややこしく分かりにくい状態になっているわけです。オキアミの歴史と商業的価値。釣り餌で一般にオキアミとして売られているものはほとんどが南極オキアミです。なぜ日本に生息していない生物を釣りの餌として使用するようになったのでしょうか。それを探るために
まずはオキアミの歴史や商業的な価値を知っておく必要があります。1970年代前半、南極海で南極オキアミが推定10億トンという膨大な量で生息していることが分かりました。オキアミの量は旧ソビエト連邦が1972年から1973年のシーズン、南極海においての夏に約7400トンを捕獲したのが始まりでした。その後、食料資源として注目され、冷凍技術や漁業技術の発達も重なって、世界的に操業が本格化しました。1981年から1982年のシーズンには、最大漁獲量50万トン以上を記録しました。しかし、食料としての加工が停滞したことや、南極海での漁獲対象が魚類に移行したことなどから、オキアミの漁獲量は減少。1990年代前半から2000年代の漁獲量は10万トン程度となりました。近年では養殖漁業の飼料としての価値が高まったことや、新しい漁獲方法が開発されたことなどから、再び漁獲量が増え、2009年から2010年の漁期には約20万トンが捕獲されています。現在水揚げされた南極オキアミは一部が加工食品の原料になっていますが、主には釣り餌や養殖漁業の飼料にされています。オキアミの漁獲量が多い国としては、ノルウェー、韓国、日本が挙げられますが、ノルウェーでは養殖漁業の飼料としての使用が中心で、オキアミを飼料にすると、オキアミに含まれる赤い色素、アスタキサンチンにより、サーモンの身の色が良くなるとして人気があります。日本では大半が釣り餌に使われ、一部は養殖漁業の飼料や人間の食用としても利用されています。オキアミはオキアミ自身が持つ消化酵素の影響で水揚げするとすぐに劣化が始まります。そのためトロール漁で捕獲されたオキアミは水揚げ後、タンクに一時保管しながらすぐに船上で冷凍加工やボイル加工を行うことが多いです。そのタンクでの一時保管の間にも劣化が始まるので、ノルウェーでは近年新しい方法も開発されました。海中網でオキアミを捕獲し、生きたまま海中に留めておいて、フィッシュポンプで少しずつ吸引しながら船上で加工します。常に新鮮なまま加工できるため、オキアミの利用価値が高まり、需要を高めているとも言われます。日本の釣りを変えたオキアミ。日本で南極オキアミが釣りに用いられるようになったのは1970年代頃からと言われています。大量に捕獲されるので安価・冷凍保存ができ、付け餌にも小マセにも使え、集魚効果も高く、魚の食いがいいです。その上、磯、堤防、沖釣りなど様々な釣法の様々な魚種に使えるという長所から一気に普及しました。特に磯釣りのスタイルは大きく変わりました。かつてはメジナ釣りの小マセにはイワシミンチを多用していましたが、イワシミンチに比べると比重が軽くて潮乗りの良いオキアミを使うようになったことで、使用する仕掛けが軽くて感度も良くなり、釣果が大きく向上したといいます。下に沈みやすいイワシミンチの小マセで縦方向に魚を集める釣り方から、表層近くを漂うオキアミの小マセで広い範囲から魚を集める釣りに変わったのです。また、オキアミが普及し始めた頃は、バケツにオキアミブロックを入れて磯に運び、海水を入れて解凍して、大きなひしゃくで足元に巻いて寄せる釣り方が一般的でした。ところがその後、磯上物専用の配合餌が登場したことで、小マセをピンポイントに投入するスタイルが確立されました。この配合餌もオキアミが大量に捕獲でき、また安価に供給できるようになったため、目的に合わせた様々な種類のものを加工して作ることが可能になったのです。さらに、付け餌と小マセを同調させやすくなったことも大きなメリットです。オキアミはエビ類と同じように付け餌にできる一方、小マセとしても使えます。比重の同じ餌を小マセにすれば、当然のように付け餌との同調も容易になります。結果、魚
魚も警戒心を抱くことなく付け餌に寄ってくるので釣果は上がります。カゴ釣りでは棚を幅広く探ることができるので、より広範囲の様々な魚を狙えるようになりました。それまでおかっぱりでは釣れないと言われていたヒラマサやカンパチなどもオキアミの登場によって磯や堤防から狙えるようになったのです。オキ釣りにおいても、例えばエビ餌のしゃくり釣りがメインだったマダイのオキ釣りは、オキアミの登場によりコマセ釣りがポピュラーとなり、爆発的に釣果がアップしました。また、かつてカツオやメジマグロは生きたイワシを餌にして狙ったものですが、最近ではオキアミをコマセに使ったビシ釣りが主流になってきています。このようにしてオキアミは日本の海釣りスタイルを変えながらあらゆるジャンルに浸透しつつあるのです。なぜ魚がオキアミを好むのか。それではオキアミがなぜ魚を引きつけるのか、その理由を探ってみましょう。魚を寄せて食わせるのは遊離アミノ酸だと言われています。遊離アミノ酸はタンパク質が消化酵素によって分解されることでできるのですが、魚はこの遊離アミノ酸を鋭い嗅覚で察知して寄ってくると考えられ、魚によって好む遊離アミノ酸の種類は異なりますが、グリシンやアラニンは多くの魚が好み、グルタミンやヒスジンは好む魚が限定されています。南極オキアミの集魚効果が高いのは、グリシンやタウリン、プロリン、アラニン、アルギニン、リジンといった魚が好むアミノ酸が豊富にあるためだと考えられます。これらの遊離アミノ酸は多くの海産甲殻類に共通して見られるものですが、オキアミの場合、自らの消化酵素によってどんどんタンパク質が分解されるため、遊離アミノ酸が多く海中に放出されます。つまり魚が非常に察知しやすいのです。しかし分解がさらに進むと身が崩れてしまい、遊離アミノ酸も減ってしまいます。解凍して時間の経ったオキアミでは食いが落ちるのはそういった理由なのでしょう。同時にオキアミは栄養分も非常に優れています。具体的な成分は高タンパク、高脂質、高カルシウムで、さらには体を維持するのに必要な生理機能成分も多く含まれています。魚も栄養があって消化吸収しやすい餌を本能的に感知してオキアミに集まってくると推測されます。また、南極オキアミは光を発することが知られています。これは複眼の付け根から体側にかけてレンズと反射鏡を備えた発光器官を持つためで、黄緑色の光を点滅・発光することができます。なぜ光るのかは諸説ありますが、捕食者に対し影を打ち消すためとも、群れの形成に重要な役割を果たすとも言われています。オキアミは死んでも弱い光は残るため、付け餌として使った時に海中で光って魚を誘います。状況によってはボイルより生の方が食いがいいというのは身の質の違いだけでなく、この輝きの有無による理由もありそうです。なお、オキアミの色の違いは捕獲された時期の差によるものです。白手は南極の秋冬、赤手は南極の夏に捕獲されたものであり、オキアミの種類が違うわけではありません。白手の方が餌持ちが良くて使いやすい、赤手の方が目立ってアピールしやすいなど、人によって意見が分かれるところですが、魚の食いの良さにはあまり違いはありません。ただし、釣り場の状況や魚によって釣り方は変わるとする考え方もあって、赤・白の両方を持参する釣り人もいるようです。ところで、餌として売られているものには、日本近海で取れるアミエビ、角なしオキアミもあります。アミエビは身は柔らかめですが、南極オキアミより遊離アミノ酸が多いです。このことから視覚よりも嗅覚に訴える釣りにはアミエビの方が向いていると言えそうです。また、アミエビの方が小型なので、ウミタナゴやサヨリなどの口の小さな魚を釣るのに向いています。それぞれの特徴に応じて使い分けましょう。多種多様なオキアミ餌の出現。オキアミの集魚効果や食いつきの良さが認識されるようになってくると、
様々な場面でオキアミが使われるようになってきました。最初に登場したのは、オキアミの塊を冷凍したものをブロック状に切り出したオキアミブロック。釣り具店で冷凍のオキアミブロックを買い、釣り場に着いたらそれを解凍してコマセに使うのが一般的です。現在でもオキアミブロックは手軽に安価に買えてすぐに使える人気の餌です。他の材料と混ぜて独自の配合コマセを作ったり、団子の材料にしたり、中から大きいものを選んで付け餌にしたりと様々な使われ方をしています。現在、釣り餌として売られているオキアミを見ると、その種類の豊富さに驚かされます。もはや冷凍のオキアミブロックだけではありません。対象魚や釣りのスタイルに合わせて各メーカーが工夫を凝らしたオキアミ加工品が多種多様に発売されています。特に配合剤においては、オキアミの粉末は欠かすことのできない主原料です。有利アミノ酸が豊富なオキアミは、集魚効果が高いため、巻き餌や練り餌の重要な原料になってくるのです。コマセと同調して使う付け餌用のオキアミにも、使いやすいよう加工したものが多数売られています。オキアミは消化酵素で分解が進むため、冷凍のオキアミブロックから取り出したオキアミでは、時間が経つと身崩れしてしまいます。コマセにするには問題がなくても、付け餌にするには張り持ちが悪くて扱いにくいものになってしまうのです。また、成分的にも劣化してくるし、色も黒くなってしまうことも問題です。魚へのアピール力が弱まってしまうだけでなく、酷変したオキアミが発するわずかな腐敗臭が釣り人の想像以上に魚を遠ざけてしまっているケースも少なくないことを覚えておきましょう。そこで釣り餌メーカーでは、形の良いオキアミをあらかじめ不凍液につけたりボイルしたりして劣化や酷変を抑える加工をしています。冷凍のオキアミブロックに比べると値段はやや高くなるものの、酷変や身崩れがしにくく、張り持ちも良いです。また、新鮮な状態を長く保つので集魚効果が高いというメリットもあります。オキアミを使う時のポイント。オキアミは身が劣化しやすいことが最大の難点です。もともと極寒の氷海に生息しているため、低温下でも消化酵素が働き、身が崩れていきます。それを少しでも遅らせるには、できるだけ低温で保存するしかありません。クーラーボックスに入れて使用する分だけ取り出して使うようにしましょう。なお、オキアミを海水につけておくと持ちがいいという人もいますが、消化酵素が流れ出ると同時に魚を引きつける有利アミノ酸も排出されてしまうので、あまりおすすめできません。液体の酷変防止剤が市販されているので、それを使用するのも手です。付け餌としてパック売りされているオキアミには、身の劣化を遅らせるために不凍加工や保湿加工をしているタイプがあります。これらは通常の解凍オキアミより身の持ちが良いですが、やはりこれも低温下での保存が原則です。また、こういったオキアミも水につけると不凍液や保湿剤が流れ出てしまうので、小分けにしたパックのままクーラーボックスで保管するのが良いでしょう。ボイルタイプは水揚げ直後に船上でボイルしたもので、身が柔らかくなったり酷変することはありません。ボイルタイプのオキアミにも生に近い質感を持たせるため、糖類や保湿剤を添加しているものもあります。こういったオキアミも海水につけておくと添加物が流出してしまい、身の質が悪くなります。やはりパックのままクーラーで保存しましょう。ところでオキアミは大きなものでは体長6センチメートル以上になるため、サイズが豊富なのも魅力です。付け餌として売られているオキアミは使いやすいようにメーカーによっても多少違いはありますが、 S3.5 センチメートル程度、 M4 センチメートル、 L5 センチメートルから6センチメートル、 LL6 センチメートル以上とサイズを揃えてパックされています。口の小さなウミタナゴやアジは S サイズ、メジナには S から L サイズ、青物やマダイなどなら
L から LL サイズなど対象魚に合わせて大きさを選びましょう。なお、オキアミのコマセは集魚効果が高いのでたくさん巻きたくなりますが、過剰にコマセを巻くことは避けたいものです。コマセを大量に巻くことは海水を不栄養化させることにつながります。海水だけでなく陸地に散ったオキアミが異臭を放ち、磯や堤防を汚しているケースも少なくありません。そのため釣り人の多い場所では巻き餌が禁止になったところもあります。オキアミを使った釣りを今後も楽しむためにも、釣り人自身が意識して磯や堤防の環境を汚さないように気をつける必要があります。今後は資源保護の問題も。発見されたときはその資源量の多さから世界の食糧窮乏から人類を救うと期待された南極オキアミ。当時は南極全体で数十億トンの資源があると考えられ、地球上で最も個体数の多い生物だと考えられていました。しかし実際に南極海全体でどれほどの量の南極オキアミが生息しているのかは未だ分かっていません。オキアミの捕獲が増え始めた1982年、南極の海洋生物資源を守るための国際的な条約が成立しました。南極の海洋生物資源の保存に関する委員会、カムラーが設けられ、南極の生物資源の保存管理のため、南極オキアミに限らず、南極海の生物の調査や漁獲量の規制や操業規制を行うようになったのです。日本も設立と同時に条約に加盟しており、現在のオキアミ漁はこの委員会での決定に沿って捕獲量や操業海域を制限しています。一方で南極オキアミの大量捕獲が南極海の生物の餌を減らし、生態系に影響を与えていると懸念する声もあります。さらに温暖化による流氷源の減少やオゾンホールの拡大が南極オキアミの個体数を減少させているという説もあります。実は南極オキアミは温暖化防止に役立つ生物でもあります。餌として植物プランクトンを取り込み、炭素と珪酸質を大量に含んだ糞を深海に沈めることで二酸化炭素を長期的にわたって深海に固定しています。このような役割を果たす南極オキアミが減少すれば、温暖化が加速するのではないかと心配する声もあります。現在、フィッシュポンプを利用したオキアミ漁の登場によって、より新鮮な南極オキアミの漁獲が可能になり、活用が見直されています。それにより、これまでアキアミを使っていた伝統的な食品、例えばエビせんや網の塩辛などにも南極オキアミが使われるようになるかもしれません。実際、韓国の伝統的漬物キムチではアキアミの代わりに南極オキアミを使ったものがあります。また、オキアミに含まれる様々な成分や色素は医療品や健康食品にも利用されています。南極オキアミを乱獲すれば、南極海だけでなく地球全体の生態系に影響を与えることは間違いありません。適切な利用を心がけ、素晴らしい海の環境を維持しつつ、今後も釣りを楽しんでいきたいものです。いかがだったでしょうか。海の命を支えるオキアミは単なる餌ではありません。それは海洋生態系の根幹であり、地球の炭素を運ぶ小さな使者でもあり、そして釣り人にとって魚との対話を生み出す最初の橋でもあるのです。次にあなたが手にする一匹の魚、その背後には南極の冷たい海を泳ぐ無数のオキアミたちの物語があります。彼らの命の連鎖の上に私たちの釣りは成り立っています。だからこそ海に感謝し、自然と向き合う釣りを続けていきたい。小さなオキアミが見せてくれた海のつながりを次の世代へとそっと手渡していくために、海を照らす光は今日も小さく、確かにそこにあります。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。この動画が良かったら評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。
また次回の動画でお会いしましょう。